NISA に100万円入れていた人、今朝目が覚めたら3万円増えていたのだ。コスピが 5%、日経も 3.5%。たった一晩でアジアの株式市場が爆発したのだ。一晩でそんなに動いたんですか？何かものすごいことが起きたんですよね。原因は何なんですか？引き金を引いたのはトランプ大統領のたった一言なのだ。後に3週間でイランを去る。そこにいる理由がもうないのだ。これだけで世界の市場がひっくり返ったのだ。今日はこの発言の意味と日本の投資家にとって何を意味するかを徹底的に掘り下げるのだ。でも、3週間で終わるって本当にそんな簡単に終わるものなんですか？戦争って大統領が終わりといえば終わるものじゃないですよね。鋭いのだ。実はここに大きなポイントがある。まず背景を整理するのだ。米国がイランへの軍事作戦を開始してから数ヶ月が経つのだ。その間、原油価格は1バレル100ドルを超えて高止まりし、米国のガソリン価格は1ガロン4ドル、2022年以来最高水準まで跳ね上がっていたのだ。1ガロン4ドルって日本円でどのくらいなんですか？アメリカ国内でもかなり家計を直撃していたんですね。1ガロンは約 3.8 リットルだから、リットル換算で約110円。日本の感覚では普通に見えるけど、もともとアメリカは1リットル60、70円台が普通の国なのだ。倍近くに跳ね上がっているわけだから、政治的圧力は相当なものだったのだ。だからトランプがこの発言をしたタイミングは、国内向けのアピールでもあるのだ。さらにニューヨークタイムズの報道によると、イランのペゼシキアン大統領側が、保証があれば停戦を受け入れる用意がある、という意向を示したという情報も出てきているのだ。ただしこれは未確認情報なのだ。NYT は事実として断定せず、アンコンファームドリポートという形で報じているのだ。未確認情報なのに、それだけで 5% も株価が動くものなんですか？市場ってそんなに簡単に動かされてしまうんですね。逆に言えば、この情報が否定されたら今度は逆方向に 5% 落ちる可能性もありますよね。まさにそこなのだ。市場というのは確定した事実ではなく、期待で動くのだ。これはまるで行列のできるラーメン屋に有名シェフが来るらしいという噂が流れると、確認前から行列が2倍になる現象と同じなのだ。情報の真偽よりみんなが信じるかどうかが価格を動かすのだ。では、なぜ特に韓国が 5% と突出して上がったのか。ここが今日の核心なのだ。CNBC によると、韓国の3月の輸出が前年同月比で 48.3% 増という驚異的な数字を叩き出したのだ。ロイターの事前予測が 44.9% だったから、それすら大幅に上回ったのだ。48% 増って、桁が間違ってないですよね。前年より半分近くも多く輸出したってことですか？その内訳って何なんですか？半導体とかですか？半導体が中心なのだ。ここで少し構造的な話をするのだ。韓国の輸出競争力はサムスンや SK ハイニックスという半導体メーカーに強く依存している。そして半導体というのは料理における塩のようなものなのだ。どんな高級食材が揃っていても塩がなければ料理が完成しない。つまり半導体がなければ自動車もスマホも AI サーバーも動かないのだ。そして今、世界の AI ブームで半導体需要が爆発しているのだ。イラン戦争が終わって物流、輸送コストが下がれば半導体の出荷コストも下がる。加えて地政学的なリスクプレミアムが剥がれると、投資家はやっと韓国株を買えるとフルスロットルで動いたのだ。これが 5% 急騰の構造なのだ。なるほど。株価上昇の背景が二重構造になっているんですね。戦争終結への期待と実際の輸出好調の掛け算だと、でも同じアジアの日本は 3.5% の上昇にとどまっている。韓国との差はどこから来るんですか？これは日本固有の事情が加わっているのだ。実は同じ日に日銀が単価というビジネス景況感調査を発表して、大企業製造業の景況感が17に上昇。2021年第4四半期以来の最高水準なのだ。さらに大企業非製造業の景況感は36で、これは数十年ぶりの高水準を維持しているのだ。でも日本は韓国ほど半導体輸出の直接恩恵が大きくないから、上昇幅が少し小さくなったのだ。ここまでをまとめると、トランプの発言とイラン側の停戦シグナルでアジア株が急騰、韓国は輸出急増という実績もあって 5% の大幅高、日本も日銀短観が強い数字でそれを後押ししたのだ。問題はここからなのだ。本当に終わるのか、そして日本の投資家の資産にどう影響するのかなのだ。では日本の NISA 投資家の話をするのだ。S&P500 のインデックスファンドに100万円を積み立てている人を想定してほしいのだ。昨日の米国市場ではダウが 2.49% 上昇、
S&P500 が 2.91% 上昇、ナスダックは 3.83% 上昇したのだ。100万円なら2、3万円、500万円なら10、15万円が一晩で動いた計算なのだ。うわ、それはすごい。でも私が気になるのは、これって本当に終わるという前提の話ですよね。アナリストは原油価格が即座に下がるわけじゃないとも言っているみたいですし、喜んでいいのかどうか私には判断できないんですよね。まさにその懸念が確信なのだ。ミドルイーストアイの報道によると、アナリストたちはたとえ紛争が終わっても原油価格はすぐには下がらない可能性があると警告しているのだ。なぜかというと、原油の供給不足は戦争中に生じたインフラダメージや OPEC プラスの生産調整がすぐには解消されないからなのだ。ここでメディアの報道姿勢の差が面白いのだ。CNBC とチャンネルニュースアジアはアジア株急騰を前向きに報じているのに対して、ミドルイーストアイはトランプ発言に懐疑的で、アナリストは即座の価格下落に慎重という点を強調している。同じ事実を見ながら、欧米金融メディアとアラブ系メディアでは切り取り方が全く違うのだ。少し逆の視点で聞かせてください。仮にトランプが2週間で終わると言って、実際には終わらなかったとしたら、今上がった分が一気に逆流しますよね。過去のパターンで言うと、トランプが強気な発言をした後に実際には想定より長引いたケースってありませんでしたっけ？市場は楽観しすぎている気もします。実はこれは2020年の米中貿易戦争の時と同じ構造なのだ。あの時も近く合意に達するとトランプが何度も言いながら、実際の合意まで何ヶ月もかかった。その度に市場は上昇と下落を繰り返したのだ。紬の言う通りで、僕の正直な見立てを言うと、今回の上昇はまだお祝い売りのリスクがあると思うのだ。でも長期投資家にとって方向性は変わらないのだ。特に30代から40代の氷河期世代にとって重要な話なのだ。この世代は住宅ローンと教育費の二重負担を抱えながら NISA を積み立てていることが多い。原油価格が高止まりすると輸入コストが上がり、食費や光熱費が下がらない。一方で株式が上昇すれば資産形成には追い風なのだ。つまり、財布は痛いが将来の資産は膨らむという複雑な状況が続くのだ。さっき、NISA に100万円入れていたら一晩で3万円増えたという話をしたのだ。でもここで思い出してほしいのだ。この3万円はまだイラン戦争が本当に終わっていない段階での期待の数字なのだ。確定した利益ではなく未来への賭けなのだ。では最後にシナリオを整理するのだ。楽観シナリオはトランプの言う通りに3週間で米軍がイランから撤退し、イラン側も停戦を受け入れる展開なのだ。この場合、原油価格は数週間から数ヶ月かけて80ドル台まで下落し、アジア株はさらに上昇余地があるのだ。NISA 積立税には追い風が続く可能性があるのだ。一方、悲観シナリオはトランプ発言が政治的パフォーマンスに終わり、戦闘が長期化するケースなのだ。その場合、今日の急騰は全て吐き出される可能性がある。歴史的に見ると、2003年のイラク戦争では、ミッション、アコンプリッシュ、宣言後も戦闘が都市単位で続いたのだ。僕の正直な見立てとしては、今回は半々の確率で、ポジション管理が重要だと思うのだ。今すぐ全力買いは危険なのだ。今日覚えてほしい数字は何ですか？あと、私たちが今すぐできることって何かありますか？今日覚えてほしい数字は 101.81 なのだ。これがイラン問題が続く限りの原油価格の目安なのだ。この数字が80台に下がった時、初めて本当に終わったと市場が判断したことになるのだ。チャートの一番下にある原油先物価格という数字を毎日確認してほしいのだ。あなたならどちらのシナリオだと思う？コメントで楽観か悲観か教えてほしいのだ。今日はイラン戦争終結、トランプ発言でアジア株急騰の構造を深掘りしたのだ。チャンネル登録と高評価で次の深掘りニュースをいち早く届けられるのだ。そして毎週水曜日はテック最前線をお届けするのだ。来週もテック最前線でお届けするのだ。次回は引き続きイラン情勢の続報と、それが日本の輸出企業や半導体バリューチェーンにどう波及するかを解説する予定なのだ。見逃したくない人はベルマークも押してほしいのだ。